ではまずは、このドアの開閉中に止める機能です。ここね、黒いスイッチがありまして、これを使うことで途中で止めることができます。やってみます。まず閉めます。この状態でポッと押すとここで止まります。でまた、押すと戻ります。こうして止まります。でこの機能が止めるのはね、すごく反応がいいです。ちょっと押すだけでね、止まってくれます。逆にこれをもう一回動かすときは気持ち長めにね押すことで、こう開きます。そうしましたら続いてドアロックの予約機能というのをやってみます。スライドドアが閉まってる途中でドアロックをすると、閉まり終わった後に自動でロックされる、続けてロックされるという機能です。ちょっとやってみます。まず閉めます。この間にロックします。ご覧ください。こんな感じです。試乗時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。今回はコンパクトミニバンのシエンタ、良いも悪いもミックスしての15箇所、純不動で始めていきます。では戻って小ネタ2つ目、前の信号が青に変わった時、声で教えてくれます。信号をご確認ください。続きまして、足の先が入らないスライドドアのレール部分、シエンタのいいところ、ここのステップの段差の部分につま先が、引っかかりにくいです。この足のね、靴がほとんど入らない、ここね、安全のためにいい部分だと思いました。お次はコネクティッドの音声対話サービス。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。暑いから涼しくして。ドライバー席の温度を 24.0 度に設定します。こんな感じで、ヘイトヨタって言うとね、ナビがこう答えてくれます。ごめんなさい、また答えちゃった。で、これがね、車内で会話をしていても、ナビがね、寂しくなるのか、ちょっとね、ご反応をしちゃう時もあります。でもね、可愛いですよね。で、ちなみにこうなっちゃったら、この左上のバッテンで元に戻ります。トヨタありがとうね。暑いとか寒いとか単語だけではなくて、組み合わせても正確に反応してくれました。あと、運転席で話したのも認識してくれてたようです。ドライバー席の温度を 24.0。小さな長所短所5つ目。イラストからしてめっちゃ可愛いドアのドリンクホルダー使ってみました。ドアポケットのカップホルダー。これがすごく大きいジュースが入るようにここ模様が入っています。なのでちょっと実際に入れてみます。じゃあまずは500ミリ。ごめんなさい、680か。680のペットボトルいきます。お願いします。これはね、もう当然余裕ですよね。じゃあ次行きましょうか。次はソルティーライト2リッターかな。 1.5 です。ごめんなさい、1.5 ですね。1.5 のペットボトルいってみます。入った。これ角が四角いペットボトルだから感じですかね。ちょっともう一回入れてみてもらえます？じゃあすみません、ちょっとこのラージサイズいってみましょうか。今度は水3リットルかな。2リッター、ごめんなさい、2リッターです。これはこれはちょっとね、どうやっても無理そうです。ということでね、いろいろ、あと他にもね、ジュース買ってきたんですけれども、丸い形のね、1リットルとか 1.5 のコカ・コーラ、すいません、それをね、ちょっと買ってくればよかったんじゃないかなっていうのをね、今気づきました。以上です。次いきます。ボディサイドの樹脂パーツについて。じゃあ続きまして、ボディのサイドについている黒い樹脂パーツ。前からバンパー、フロントドア、リアドア、それから後ろのバンパーの部分にもね、ついています。これが、比較的擦りやすい場所についていて、ここだけ交換ができて、修理が安く済むっていう話らしいです。これね、触ってみると、ここだけ外せる構造になっているのがね、わかります。そしたら続いて、細かく調整できる運転席のシートリフター。このシエンタ、シートがかなり大きくね、噂に言うと30ノッチ、シートの調整が、上下の調整ができるそうです。で、今ね、シート一番低い位置にしています。ここから、じゃあ上に引いてみます。まだ上がります。まだ上がります。疲れた。ここで一番上です。ボディが可愛いシエンタ。フロントウインカーの位置も可愛い位置についています。夜間のシエンタ。今現在これがね、スモールのみ点灯の状態です。これでちょっとウインカーをつけてもらいます。ウインカーの位置が内側に入っていて、
これ一つ可愛いポイントだと思います。続きまして、パーキングソナーの警告音。リバースチャイムと同時になってもマイルドな音質で耳障りではない音色です。鳴らします。後方です。小さな長所短所10個目。特徴的なフロントドアのグリップについて。シエンタのドアグリップはここについています。ドアの一番の上部ですね。ここ穴が開いていて手が入るようになっています。最初ね、スマホを挿しておいてもいいんじゃないかという気もしましたけれども、とりあえずここ掴むとこがあって、で、逆にね、こっちはないんですね。通常ある位置。で、なんでここにあるかっていうのをちょっとね、調べたところ、これ、椅子を前に出して座った時に、下よりね、掴みやすいと言ったところでした。試しにこの状態ですと、ここは掴みやすい。で、こっちはね、ちょっと体をひねるような形になるんで掴みにくいのかな。それはね、おっしゃる通りなんですけれども、ゲストをお迎えした時とか考えたらね、両側にあったらベストじゃないかなっていうのを感じました。続きましては、メーター前のアッパートレイ。フロントのメーター前のアッパートレイ。ここは、ストッパーがなくて安全面に配慮されている様子です。で、さらにここにはね、ティッシュボックスが入ります。こんな感じです。で、もちろんね、蓋もしっかり閉まります。マイルドな音質でお耳に優しいリバースチャイムとウインカー音。リバースチャイムを鳴らします。優しい音色です。ウインカー作動音をつけます。こちらも優しい音です。良い音色でしょって感じです。お次はボディ見切りと車両間隔の取りやすさについて。ここシエンタの大きな特徴です。前方はミニバン的というよりコンパクトカー的なデザイン。シンプルな A ピラーで太いピラーは1本だけ。走行中、ピラーによる圧迫感がありませんし、心理的に気楽と感じました。インパネ中央はナビモニターが気になって、例えばコーナーでね、左タイヤの位置感覚をつかむのに慣れが必要と感じました。でもこれ、あんまり細かくタイヤのね、位置、場所、そのあたり考えなければ気にならないと思います。また、狭いところでは、ボンネット脇のフェンダーライン、サイドが盛り上がっていますので、これが目印になってくれます。次いきます。必要な時にちょこっと表示されるリアシートベルトの警告灯。リアシートベルトの警告灯。わかりやすく、しかも邪魔にならない位置に出てきます。ここです。普段は隠れていて、場合によってね、出てくるような形です。あと、多分ですが、軽い荷物を置いているときは、エンジン切ったときに、お忘れ物はございませんかって声をかけてくれます。小さな長所短所15個目。テールゲートのダンパー取り付け構造。ハッチのダンパー。このダンパーなんですけれども、ここからついてここにつながっています。少し動かしてもね、長く動くようなレバー比、取られていて、これシエンタだけ見るとネタでも何でもないのですが、フリードと比較すると思想の違いという部分です。でもこれがね、フリードですと、ここギリギリにね、ついていました。ここちょっとね、別に邪魔になるわけじゃないんですけれども、そのね、設計上のポイントとして、シエンタはこんな風についていて、おまけでハッチを閉めるとき、手をかけるとこんな感じです。今どうでしょう、自分の身長で手がこのくらい。ここ使ってもいいんですけれども、ここの方が力入れやすいので、ボディ触ってね、グッと締めると、ちょっと重いかなといった感じです。次、ハッチから3列目に乗車してみると、このような感じでした。身長はね、このぐらい。自分172センチです。じゃあ、行きますね。足を上げて、ふって感じで、ちょっとこの辺高いですかね。でも、そんなに無理なく入れます。フロントシートからリアシートへの移動、ウォークスルーに関して、センタートンネルが、少し盛り上がっていますが、普通に移動できました。このグレードですと、運転席アームレストが省かれるため、ウォークスルーがやりやすいんだろうなと感じました。この動画を撮影しているとき、ギャラリー様がいらっしゃいまして、その方々の話している内容が聞こえてきたんですね。
内容は、どこどこの誰々は良いことしか言わないのよ。知りたいのは忖度ない話なんだよね。といった感じでした。良いとこ悪いとこどっち重視するのもありかと思いますが、自分たちは思ったことを口にして、その理由も述べるというスタンスでやってますので、なんかちょっとね、嬉しいお話でございました。それでね、帰りたがってるワンちゃんをワンちゃん引き止めてた方もいらっしゃいましたので、すいませんお邪魔しましたってね、一言かけられなかったのが気残りです。以上、小ネタ的な長所短所でした。シエンタの走る部分など詳しくは別動画で取り上げています。シエンタの動画は全部で5本から6本アップする予定です。どれが先か後かは決まっていませんので、チャンネル登録してお待ちいただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。